教育方針とか、これだけは大切にしていることみたいなのってありますか？ちゃんと話すときはその子にだけ向き合うとか、他のことをやらないって。例えば例を挙げると、授乳中私は一切他のことをしなかった。この子の顔だけ見てた。もうとにかくたくさん飲んでね、元気に育ってねっていう、おまじないをかけることだけをひたすら3人ともやり続けて、2人目3人目になるとスマホとかが出てきてるし、3人目に至ってはもうメッセージとかしながら、ながらでできるんだけれども、絶対にながらをしないって決めて、最近はやっぱ子供たちも大きくなったから私が何かしながら彼らの話を聞くっていうこともあるけど、結構ある程度の年齢までは何かをしながら子供と向き合うっていうことはしなかった。かな。意識してた。何かをしてる時話しかけられたら、ごめん今ママはこれはちゃんと終わらせたいからこれが終わったら話を聞きますとかいう感じでしたね。だからやってる時に話しかけられて答えるというよりも、これが終わったら聞くからちょっと待っててねとか、ある程度の年齢までは結構何かをしながらとかはなかったかな。しないように意識してました。すっごい時間が取られてたと思うし、でも喜ばしい時間の取られ方なんだけれども、だから寝かせる時ももう一人ずつのところに行って全員ちゃんとやるっていう。だから夜がすごい本当に出かけたくなかったです。褒め方とか、あとは叱り方とかでちょっと気をつけていたポイントってありますか？叱り方はいいか悪いのかわからないんですけれども、私が父とか母からぐわーっと怒られたっていう経験があまりなくって、どちらかというとちゃんと説明をされてたっていう記憶があって、私自身もガーッと怒るのってどうやって怒っていいのかがわからなかったので、周りから見てそんなちっちゃい子にそんな話しても分かってないよねって言われるようなことを、これはダメなんだよ、なぜならばこういうことをするとこういう風になってこうだから、ずーっとひたすら話で、うちの夫はガーって言う人だから、そんなんじゃ効果がないとか言われるけども、大体そのあたりから子育てに関しての喧嘩事が増えてくるんですけど、彼はガーって言う。でも、私からしたらあんな大きな大人がガーッと大きな声で言ったら、それで萎縮しちゃって何が悪いのか、なんで自分がこういう風に言われてるのかが理解できないから、もちろんその時はそれでガッと収まるけれども、またするだろうなっていうのがあったので、どちらかというと分かってないんだろうけれども、こういうことはこうしたら痛いよねとか、こうしたらダメだよねっていうことをひたすらコンコンと話す方が多かったですね。子育てでこれは苦労したなみたいな話とかってありますか？反抗期が多分なかったと思う。あったかもしれない。でもそれが反抗期なのか、成長期の体の成長と心の成長のバランスがちょっとうまくいかず、なんとなくイライラするとかっていう部分だったのか、まずね、私がなかったの。このテーマになると母に聞く。自分たちに都合のいいように忘れるじゃない、いろんなこと。母に、私って反抗期あった？なかったわね。そうだよね。私も記憶にないのよねって。どちらかというと、すごく良き相談相手、生徒会のことで悩んでたりとかすると聞いてもらったり、クラブのことでとかもそうだったから、私はなかった。で、どうも妹もなかった。で、弟が多分男の子だったから、やっぱりあったのかな。なんとなくめんどくさい、だるいみたいなのはあったと思うんですけど、私はなかったんですよ。だからよくそこがわからないまんま来てしまって、で、今度子供たちも長女とかで、次女が今度高校生になるじゃない、で、うちの女子2人はもう全然ママママママって、お家ではもうママママでこうなんだけど、一歩外に出て他の大人、私の仕事の先にちょっと付き合ってって、例えば日本で連れてったりすると途端に態度が悪くなる。ちょっと待っててねとかって言うと、家だったら分かったママとかって言って大丈夫大丈夫なのに OK みたいな、なんか態度悪くないどうしたの突然っていうのが人前に出るとあって、でもお家とかではなく、でそれを後で2人になった時に、あなた普段あんなに可愛いのに、あんなにいい子なのに、なんであそこで悪い子モード全開なのとかっていうと、本人は気づいてないの、無意識で。だから多分それが彼女たちの反抗期なのかも。私も大人なんだからほっといてよみたいなだと思う。だから私はそれは悩むことじゃないけど、初対面の方とかだと、家であんなにいい子なのになんでここでそんな態度が悪いんだろうっていうのはもう悲しくなったけれども、それぐらいですね。あとフランスだからこそ経験できた全ての本当にオーバーじゃなくって瞬間なので、入学式とか卒業式とか文化祭とか体育祭みたいな、日本で当たり前にある学校行事というのはないのね。あ、そうなんですね。小学校の時まではバザーを兼ねたちょっとお遊戯の発表会があったり、でももうそこから先は何もそういうことがないから、親が出てって写真を撮って、うわこんなに大きくなったって
ってなんかこう感じるそういうイベントはなく、だから日々の中でなんかそれをこう見つけていくみたいな感じはしますね。例えば誕生日会とかって、フランスだともう自分が主催するんですよね。自分が主催で、ちっちゃい時は来てほしいお友達にカードを書いて渡して、基本彼がいない週末にやるようにしてたわけ。子供もストレスになるし、うちの夫もストレスになるから、やっぱりうちの夫は彼がいる時に主催しても、もうずーっと友達呼んで友達と今でこうやってなんかコーヒー飲みながらおしゃべりしててこっちに関わんないような人なので、それは子供大勢とかが得意じゃないんだと思うんだけど、だからそうすると自分一人でやんなきゃいけないから、アニマトリスって言って子供を遊ばせるなんかこういうお誕生日会とかによく来てくれる舞台とかのお仕事をしている中で子供たちを遊ばせるとか、ほらレストランなんかも子供たちを遊ばせてくれる人とかがいるの、日曜日とかに行くとね、そういうレストランから私もお友達から紹介された俳優さんというか舞台とかもやりつつ、そういうアルバイトとしてそういうのをやってる方に来ていただいて、フランス語でゲームとかやってくれるので、そういう方をお願いしてました。あとはほらおやつとかは全部自分たちで準備して、場所も準備してなんだけど、で私も写真撮る専門、それでももう夜になるとぐったり、そうですよね、風船膨らませて飾って、もう子供朝から興奮してるから、そういうサポートは頼みましたね。フランスだと毎年夏に長いバカンスがあると思うんですけど、この時はいつも家族でどこか旅行に行ったりされてたんですか？もうバカンスはやっぱり幼稚園からそうなんですけど、だいたい基本6週間幼稚園とか学校に行くと2週間のバカンスがやってくるので、最後6月の終わりとか7月の頭で学校が終わるとほぼ2ヶ月の、夏のバカンスが来るので、バカンスがすごく多いから、そこをいかに家族でどうやって過ごすかっていうのは考えなければいけないので、だいたい家族でお家を借りてどっかに行ったり、だいたい友人ファミリーとかと合流してどっかに行ったりとか。でも私は毎年もう子供たちが小さい時から7月は絶対に日本って決めていて、学校が終わると子供たち3人を連れて日本に行って、それぞれ幼稚園とか小学校とか中学校とか通わせるんですよ、終業式まで。完全に地元の私がお世話になった小学校、公立の小学校とか、近所の中学校とかに通わせていただきます。だからこれからほら次女と一緒に日本に行くけれども、また次女は今年日本だと中学3年生なので、たったもう1週間ちょっとなんですけれども、過去2年間お世話になった近所の中学校に行って、日本は学校に入ったら上履きに履き替えるとか、給食当番があるとか、お掃除をしなきゃいけない、放課後のクラブ活動があるとか、いろんなことが違うので、先生との距離感とかも違うので、それは言葉で教えることではないから、やっぱり体験してもらわなきゃいけないので、すごく読み書きができるわけではないけれども、でももう放り込んでました、そこに。長女はもう小学校で一緒になった子たちと未だに仲良しです。息子はなんかその学校の友達っていうよりも、私の友達の子供たちとかがすごいもう本当に仲良しで、もう今も勝手に連絡取り合ってるし、で次女はやっぱりちょっとね、私の友達の子供たちはもうみんな大きいので、彼女だけちょっとちっちゃいので、これからなんかそういうこう行くたんびに会えるような友達ができるといいなとは思っています。でも実際小学校で一緒だったことはなんかこう時々連絡取ってるみたいですね。だからそういう体験も、これは本当に大変なの。日本に3人1人で連れてくっていうのをもうずっとやってて、それこそ0、3、6歳の時からスタートして、もう家を出る時から全部一人なわけですよ。もう6歳の長女にもうとにかくこうベビーカーに乗ってる0歳をちゃんと見ててって、全部こうタクシーに荷物を運び込んで、で空港行って、空港降りても飛行機に乗っちゃえば、もうはぐれることはないけど、空港の中とかものすごいストレスなので、行ってチェックインして、でそこから今度はほら搭乗までっていうのはもうで、飛行機の中も3人いるから、もう本当にあれは大変だった。今はなるとあれをやったからもう怖いものがないんですよ。当然3人子供だから、エコノミーのこう窓側の
3席のバシネットをこう置けるところにまず最初行くんですよね、だからベッドをそこに取り付けてくれる、0歳児で、長女が窓側で私が真ん中で通路側に息子がいて、そうするともう2人は私のももの上で寝てるわけですよかわいい。で赤ちゃんもここにいて、もう自分のお手洗いに行く時間とか温かい飲み物を飲む時間なんかなく、でもなんか私がなかなか上手にできたなっていうのは、飛行機の中で子どもたちが泣かないっていうのだけはうまくコントロールできて、なんか全然その泣いて困っちゃうっていう体験はしたことがない。それはやっぱりその母乳だったりミルクだったりお水とかで離着陸の時に計算をして、もう絶対その時はこういう状態とか説明するのが難しいんだけれども、自分の中でリズムを作ってそこで寝かせるとかで、とにかく3人ともよく寝てくれたので、それは楽でした。あとはもう3人ともよく寝てくれたけどすごく元気だったから、起きてる時のエネルギーは半端じゃなくもうほとんどずっと私も立ちっぱなしで。3人のお子さんのそれぞれの性格の違いとかありますか？性格全く違いますね。長女は今になって思うと一番彼女がこういい意味で子供っぽいっていうか純粋ですごい可愛くって、でも主張がとてもある子なので、やっぱりそこのバランスを、だからすごく優しいから周りにも気を使ってすごくこういろんなことをケアできるんだけども、でも自分が違うと思うことに対してはものすごいこうガンって主張する、喜怒哀楽のもうその表情でもものすごいわかるから、喜びに関してはいいんだけど、やっぱり怒りとかそこに関しては人に伝える時にはもっと違う表現で伝えなさいとか、そういうものの言い方をすると言ってることは正しいけれどもうまく伝わらないよとか、誤解がされるよとか、そういうことはよく言ってましたね。でも基本すごく優しいし、人とこうコミュニケーションを取るのが好きだから、こう人を集めたりすることも好きだし、そういうことに対してはそれは彼女の良さなので、彼女が友達をいっぱい家に呼びたい時はもうどうぞどうぞって、だから我が家はカンティン状態で、しかも彼女が高校生の時ってコロナ禍だからみんなご飯食べるとこがないって言うと、もうみんな2回転制でこうランチを少なめにしてランチをこうみんなうちに食べに来たり、お金もないしそれから食べる場所が外でなかったから、みんな我が家に来てとかっていう、それは彼女がやりたいことだったので受け入れてあげてたかなと思います。サポートして。息子は一番私に多分キャラクターが似てるのでめちゃくちゃよくわかるんですよ。だからこうって思うともうそこに突き進んでいくし、ある意味真面目だし、だからすごく自分と似てる部分があって、真面目一本でこう行き過ぎるところを少し緩めてあげたい、大丈夫だから大丈夫だからって言って、彼はだからそんなんで似てるから、なんか彼が一生懸命になったり、こうある意味不器用なくらいにここに向かっていくのとかはすごいわかるので、日本人ってこう思ったことを意外と言えないでしょ、でこう内に秘めて違う表現をしたりするとこは、彼はちょっとその相手のことを思ったり繊細ななんか言葉選びをできるっていう部分でもあるけど、夫とかはもう全然わかんないっていうからもうこれは多分こういうことなんだと思うちょっと日本人的な部分はあると思いますね。言葉の使い方とかも。次女はもう本当に今も15歳なのとやっぱ3人目なので、よく3人目は孫のように可愛いっていうからちびっこギャングちゃんというか怪獣ちゃんで、でももう背も大きいし、外見はもう全然なんかこう怪獣ちゃんじゃないし、でも彼女はこうって思ったらやっぱりすごいきちんとやる。だからその水泳を頑張るとか、苦手な数学を頑張るとか、仮にそこでいい結果が出なくてもそこで諦めずにやり続けるという強さがあるし、あとやっぱお兄ちゃんお姉ちゃんを見ているので、もしかしたら一番なんか強いのかなと思うところはあります。でも別のところではすごく感受性の部分で、例えば夫と私がもちろん喧嘩するので、喧嘩とかしたりするとやっぱ彼女がすごくこう今日はこっちの方が弱ってるとか弱ってる方に察知するんですね。言ってくれる。でもそういうのって結局家族って1対1じゃなくてこういろんな形があるので、一方通行でもないしそれぞれの役割があると思うんですね。喧嘩をした時にはじゃあ誰かがこっちに行ってあげようとか、こうなった時にはこっちが助けてあげようとか、次女に何か言ってたらやっぱ長女がそこに次女の助っ人で入るとか、やっぱりいろんな方向にこうみんながその時々でこう向かってってるので、それでこうちっちゃな社会ができてるから、これが正しいとか正しくないっていう形は作りたくないなと思っていて、お子さんたちとこれから
どんな関係性を築いていきたいですかっていうできてるけど変わっていくと思うんですよ、うんうんうんだって将来結婚するかしないかわからないし、うん子供ができるのかできないのかももうそれぞれの選択だと私は思っているので、でもやっぱり誰かと結婚すればやっぱり形が変わっていくから、はいこことの関係も変わるだろうし、よく変わってほしいけどもちろん違う風に変わることだってあると思うので、あんまりどうなりたいっていうのはないんですけど、私が子供たちに言ってるのが、もう絶対に私は変わらずにここにいますと。だからあなたたちがどこに行こうと、誰と恋をしようと、誰と結婚しようと、どんな仕事をしようと、私は不動でここにいるので、それだけは分かっててって、だから何か問題があったりしたらここに戻ってきてくれていいし、必要ない時には別に全然ほっといてくれていいし、たまに元気って電話をくれるは嬉しいけども、っていうふうには言ってますね。だから別にどういうふうになっていくかわからない。でも彼らが生きたいやり方を尊重したいと思うし、でもダメなことはダメとはっきり言うけども、ダメっていうのもね、何がダメなのかも夫と私の価値観になっちゃうので、どうなるのかなっていう感じですね。人生はよりよく行く方がいい。ベストはないと思うけど、よりよく行ってほしいので、そのよりよく行くための手伝いができるなら、彼らが何歳になっても手伝いたいって、やっぱり子供は変わらないので、何歳になっても切り離せないからこうサポートしていきたいと思うし、だからサポートできる体力と気力は持っていたいと思うので、なんかそんな感じかな。あんまり難しく、これ数ヶ月後に同じインタビューしたら変わってるかもしれないっていうのはもうほら今はこう一緒にいて、ね、時差のないところにいて、だから変わると思うし、ね、それこそ次女が高校生になってミラノに行ったら変わるかもしれないから、もうそこばっかりはわからないなと思って。でもいつも言ってるのが本当に私は変わりませんと、ここには。それから子供3人っていうのはもうずっと私が死ぬまでは変わらないので、そこの変化もないし、愛情が3分の1になったんじゃなくて愛情は3倍になってるのでご心配なくと。だから別に、ご心配いただかなくても十分大丈夫ですから、甘えてきてくれていいし頼ってきてくれていいですよっていう話は、してますね。いろいろ子育てについてお話をしてきました。もう子育て話はもうね、多分エンドレスでできるぐらいいろいろあるんだけれども、でもやっぱり一人の人間を育てるんだっていういい意味での緊張感は持っていたかなと思っています。で、これからも子供たち成人して大きくなってるけど無理です。私はなんか子育て卒業とか親業卒業とか絶対無理で、もう留年させてくださいって感じ、もう何年でも留年しますっていうぐらい関わっていたいので、それがいいか悪いか別でもそれは私のやり方なので、多分皆さんいろいろ私より先輩の方もいらっしゃるし、同世代の方もいらっしゃるし、まだまだお若い方とかみんな考え方も違うけれども、なんか正解っていうのはなく、やっぱりみんなそれぞれが悪くしたいと思ってやってる人はいないと思うので、みんながより良くしたいと思って頑張ってるから、そこに対してはなんか批判するんじゃなくって、そういうやり方もあるんだって周りも温かく見守る、でも違うと思ったら声をかけてあげるぐらいのなんか距離感で子育てってできたら楽しいし、逆に発見があるのかなと思っています。だから私も子供たちが大きくなって、もしかして孫とかができた時にも、あなたたちはあなたたちのやり方でどうぞって、でも私はここでちょっと見学させていただきます。でも時々ちょこちょこいろいろ言わせてぐらいの距離感でいたいなと。でもそれが世の中と子育てしてる方たちの距離感も多分それぐらいでもしいられたらいいのかなと思います。なんかもう子育て話はエンドレスになるのでこの辺で終わらせていただきます。少しでもなんかちょっと私今まさにこの言葉欲しかったとかっていう方がいらしたら嬉しいです。ありがとうございました。